Engine for the Life。 車で行こうです。今回紹介するのはスズキのアクティブ系ハイトワゴンスペーシアギアです。スペーシアギアは広い車内空間が人気のスペーシアの派生車種で、アウトドアやレジャーが似合うアクティブなスタイルを併せ持つモデルです。2代目となる新型スペーシアギア、先にフルモデルチェンジしたスペーシアカスタムに採用された使い勝手のいい装備はもちろん、内外装のデザインはコンセプトをもとにアップデートさせたということで、その進化が楽しみですね。はい、それではポイント詳しく見ていきましょう。広い室内空間と多彩なユーティリティを特徴としてきたスズキスペーシアをベースに、アウトドアライフに寄り添う専用のデザイン装備を与えたスペーシアギア。デザインのコンセプトは10マイルアドベンチャー。エクステリアでは前後バンパーの下部に施されたアンダーガード風の処理を加えるなどアクティブ感を、インテリアではアウトドアギアのような道具感を表現しています。専用装備としては撥水加工を施したシート、棒タイプのラゲッジフロア、ルーフレールなどでアウトドアシーンで活躍する装備が採用されています。パートレーンはマイルドハイブリッド付きの自然吸気とターボを設定。トランスミッションはどちらも CVT となります。また駆動方式は 2WD と 4WD から選ぶことができます。安全機能ではミリ波レーダーと単眼カメラを組み合わせた衝突被害軽減ブレーキ、デュアルセンサーブレーキサポート2を標準装備。またアダプティブクルーズコントロールや車線維持支援機能も採用しています。スズキスペーシアギアの価格帯はご覧のようになっています。レジャーに出かけるシーンでどんな走りを提供してくれるか楽しみですよね。そうですね。はい。というわけでこの後はいよいよ試乗です。今回はターボエンジンを搭載したハイブリッド XZ ターボ2トンルーフ使用車の前輪駆動モデルを高速道路とワインディングで試します。スズキのアクティブ系ハイトワゴンスペーシアギア。今回はターボエンジン搭載のハイブリッド XZ ターボに岡崎五郎が試乗します。Engine for the Life。 はい、今日はスペーシアギアに試乗しています。試乗しているのがハイブリッド XZ ターボ2駆のモデルです。このギアの特徴はやはり何といっても SUV テイストを加えた内外装ということになります。今日乗っているのがターボなので高速道路は余裕ありますね。高速道路今ちょっと上り勾配、緩い上り勾配なんですが、右足アクセルペダルに乗せている右足をちょっと力を込めてやるだけで狙い通りの車速ピタッと維持してくれますね。今路面の継ぎ目を通過しています。タイヤが14インチということで、やはりこのマイルドな乗り心地に効いていますね。まあ確かにこう突き上げポンポンポンとくるんですけれども、これによって床がブルブルしたりとか、それから角の立った衝撃が来ることもないですし、なかなかこれは乗り心地はいいですね。さあ料金所からのフル加速です。すごく速いということはないんですが、必要にして十分な加速性能を示してくれます。それからエンジンの音質なんですけれども、はい、こんな感じで、ノイズ
ではないですね。これなかなか気持ちのいい音を聞かせてくれます。ガチャガチャした音とか、それから振動を伴った変な不快な音とか、そういうものはしっかり抑えてくれてるので、アクセルペタッと踏んで、回転を上げても全く耳障りではないですね。さあワインディングに入ってきました。まずこの上り勾配に対するエンジン動力性能ですが、どうでしょう。はい、さすがに、そこそこエンジンは回っているんですけれども、ただそこまでうるさくはない。これもターボの恩恵ですね。これ自然吸気だったらかなりエンジンの回転数上がっていたんでしょうが、ターボなのでそこまでうるさくない状態を保ってます。それから車速を維持するということに対しても、アクセルペダル床まで踏む必要は全然ないですね。もうせいぜい真ん中辺まで半分ぐらい踏み込めば、結構きつい上り勾配でも上っていってくれます。上りがあれば必ず下りがあるんですが、下りになるともう本当にエンジンはほとんど仕事をしないでいいというので、室内静かになりますね。ただやはりこういう重心の高い車の場合、下りのこういうコーナーっていうのは結構プレッシャーがかかりがちなシーンなんですね。ただ意外と言っては失礼かもしれないですが、すごく安心して走れます。今コーナーに入っていきますけれども、この入り口でステアリングをパッと決める。そうするともうほとんど修正がないですね。切り増しとか切り戻しがない。その分車の揺れも最小限で済みます。でこれがもう後席の人、それからドライバー自身にもすごく快適だし安心感につながります。ただ結構重量が重いので、長い下り坂なんかだとさすがにちょっとブレーキのタッチが甘くなってくるような傾向もあるので、エンジンブレーキですねは忘れないように、ちゃんと使うといいですね。このスペーシアギアなんですが、本当に内外装の作り込み、デザインの演出によって標準とかカスタムとは違う世界観きちんと作り上げていますね。で加えてやはりハードウェアもしっかりと作り込んであるので、これね、街中だけではなくてどんどんねこの車で週末にはレジャーに行きたくなる、そんな車だと思いました。はい、それでは燃費なんですけれども、今回は市場でおよそ380キロ走って、このハイブリッド XZ ターボですね、リッターあたり 19.6 キロと、もうちょっとで20キロというところまで行きました。ともちゃん乗ってみてどうでした？はい、ガラスエリアが広くて景色がよく見えたということと、あと14インチのタイヤ、すごく乗り心地優しくて同乗者にも嬉しかったですね。そうだね。前にスペーシアを紹介した時に15インチタイヤでちょっと乗り心地硬いよって僕×書いたんだけど、そういう面で10インチ全然いいですね。そうですね。はい、ということで今回はメーカーの開発担当者の方にスタジオにお越しいただきました。鈴木株式会社の鈴木武之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴木さん、今回このスペーシアギアが追加されたということなんですけれども、はい、このスーパーハイト系に SUV テイストを加えるっていうのはもともと鈴木が他社に先駆けて先代の時にやったんですよね。そうですね。これアイデアっていうのはどういうところから生まれたものなんですか？そうですね。スペーシアっていう、非常に室内空間広いんですけれども、はい、もっと使えるシーンがあるだろうということでいろいろ考えていた中で、鈴木としてはジムニーがいたりハスラーがいたりということでSUV テイストの、SUV の、軽自動車を持っているので、そこの、融合を、狙ったというところになります。で先代で出してみたら結構好評なので今回もっていうことになったと思うんですけど、同時に他社も結構このジャンルに入ってきましたよね。そうですね。すごく市場としては賑わってきたかなというふうに思います。なるほどなるほど。で今回新型では最初からギアの存在を想定して開発デザインをされたということなんですけれども、はい、これはどんな初代の時と比べてどんなメリットが出てましたか？そうですね。初代の時はここしかいじれないよとか、制約が結構デザイナーであったり企画にあったんですけど、今回はみんなが3つあるよね、じゃあ3つをどういうふうに作ろうかって
っていうのを、オーダーしてなくてもみんながこう考えてくれているっていうのが先代とは大きく違ったと思いますね。なるほどね。確かに今回のエクステリアなんかを見ると、顔つきもちょっとというか明らかにこれジムニーっぽさ意識したなって感じですよね。そうですね、こうなんですよ、こう少しこう可愛いんだけど、こうゴツゴツしてる武骨可愛いって我々言ってるんですけれども、そういったのを、キーワードに話をしたときに、この力強さっていうところはやはりグリルのところでの表現というのがすごく重要だったというふうに思いますね。なるほどね。で、インテリアなんかもちょっとね、この薄いグリーンなんかを使って、これもやはりギアっぽさですかね。そうですね。やはりアウトドアの道具とかをいろいろ見て回って、どういった雰囲気がすごいお客様に響くかなっていうのをみんなで考えた結果ですね。でも現行スペーシアのエクステリアの大きな特徴であるコンテナボックスをイメージしたというサイドのこのラインなんかあるじゃないですか、これなんかギアに一番似合ってますよね。そうですね、最後にギアのデザインができてきたんですけど、このためにデザインしていたでしょっていうふうに思うぐらいこうしっくりきてると思います。やっぱり鈴木の方は、ジムニーもそうだしハスラーもそうだし、そういうものを昔からこう他社に先駆けてやってきたみたいなことを考えると、この種のこのテイスト好きなのかもしれないですね。好きでみんな本当に大好きで作ってるんじゃないかなと本当に思いますね。なるほど、なるほど。はい、ここでスペーシアギアのユーティリティチェックです。試乗したハイブリッド XZ ターボで試してみました。まずは後席への乗り込みです。スライドドアを持っていますが、このスイッチを押すとスライドドアが電動で自動で開くようになっていました。そして乗り込むとき、ここにはハンドグリップがあるので、体を安定した姿勢で保ちながらワンステップで乗り込めます。開口部広く、床も低いので乗り込みやすいです。実際の空間です。身長162センチの私で、今このシートのスライドは一番後ろで膝周りが広い状態なんですが、なんとげんこつ 5.5 個、そして天井も高くて、小さなお子さんなら立ったまま着替えができてしまいそうなんですが、測るのに時間がかかるげんこつ6個も入りました。で、サイドウィンドウにはサンシェードが内蔵されていて、日差しを遮ることもできます。あとはシートバックテーブル、食べ物楽しんだり、あとは車内の空間広いんですけど、サーキュレーターがついていて風を循環させられます。アームレストもあってくつろげますが、ここのマルチユースフラップ、これをオットマンの仕様にしたりして背もたれを倒して停車中にゆったりとくつろぐこともできますね。そしてラゲッジスペース、バックドア大きいので大きな屋根になってくれますよね。開口部もとっても広くてさらに低いんですよ。で、嬉しいのがこれ後ろからこのようにシートスライドができるようになっているんです。50対50で左右独立して動かすこともできますし、シートを倒すとほぼフラットに、しかも棒タイプのラゲッジフロアなんで自転車なども積んでも汚れを拭き取りやすいですよね。確かに確かに、これやはりこれだけの基本的にスペースがあるから、アウトドアユースとかいろんな使い方って想像できますよね。そうですね、自転車、今おっしゃっていただいた自転車であったり、あとは結構釣りで使われる方も結構いらっしゃいます。確かに確かに、もう釣り竿を入れるにはもうもってこいの車ですよね。で、今回走りの面なんですけれども、特にこの標準のスペーシアあるいはカスタムと大きくは変えていないと聞いたんですけれども、その狙いっていうのはどんなところにありますか？SUV なのでアクロ走破性っていうところに行きたい気持ちもあるんですけれども、やはり普段使う時にどれだけ使いやすいかというのがやはり判断基準になっているので、我々としては、ジムニーとかそういったのでアクロを行かれて、これの車は普段の生活からちょっと本当にアウトドアに踏み出すところをカバーする車かなというふうに思ってます。なるほどなるほど。本格的なものだったらジムニーあるし、ハスラーもあるし、そうですね、っていうところですね。で、一方でタイヤを、15ではなくて14インチにしたアウトドア系っていうか SUV だと大きなタイヤの方が似合うかなと一瞬思ったんですけど、14にしたのはどんな理由ですか？そうですね、このスポーティーさを求めている車ではない中で、カスタムはやはり15インチのスポーティーなもので、ギアは、普段乗っていてもやはりちょっとソフトな感じで、いろんなところも走っていけるっていうところで14インチを選んでます。でもこれ乗り心地でいくと明らかに14の方がなんかいいですね。そうですね、やはりタイヤが少しなんでしょう、扁平率の関係でこちらの方がソフトにはなると思います。これね、ナイスな選択だと思います。で、一方今回はターボ
を、お借りしたんですけれども、自然吸気とターボっていうと大体どのぐらいの割合で皆さん選んでらっしゃるんですか？そうですね、このギアだと大体3割4割ぐらいの方がターボを選ばれる子たちになるかなとは思います。長距離とか山道よく走る人はターボみたいな選び方ですかね。はい、鈴木さんどうもありがとうございました。この後は評価です。Engine for the life. はい、ここでスペーシアギアの評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。これスーパーハイト系イコール子育てカーというイメージを払拭するデザインだということですね。標準系はもちろんその子育てカーとして理想的なモデルだし、そのちょっと子育てカー感が嫌な人にとってはカスタムっていうね、ちょっと豪華でスポーティーな仕様もあるんですけれども、それとはまた別の選択肢表現として、このギアってすごく僕はいいと思うんですよ。特に趣味に使いたいとかね、そういう人たちにとって、このスペースとそして個性的なデザインの組み合わせ、とても魅力的に映るんだろうなと思います。で、バツはですね、インテリアカラーにバリエーションが欲しかったということです。今でもちょっと薄いグリーンのね、このパーツ使ったりしてるんですけれども、結構薄いグリーンなんです。控えめなんですね。ただボディカラーいっぱいあるんですけれども、それとの相性を考えるとこのぐらいの薄さになったのかなと思うんですね。これがもし2種類とか用意できればボディカラーと合わせてコーディネートすることでもうちょっと鮮やかな華やかなインテリアできたんじゃないかなと、そんな風に思います。つい欲張りになっちゃいますね。はい、私は丸なポイント、これは思わずレジャーに出かけたくなるデザインとユーティリティです。そもそもスペーシアに備わっていたテーブルですとか収納装備は毎日使っていてありがたいものばかりなんですが、今回のスペーシアギアはアウトドアに似合うインテリア、防火痕ラゲッジフロアであるとか、あとはそこに本当にスーパーハイトワゴンに SUV の要素を取り入れたパイオニアらしい充実した内容に仕上がっている、日常からレジャーまでの幅広いシーンで満足させてくれる車だと思いました。そしてバッテン、これは下り坂のオットットに気をつけたい。ちょっと思わず車速が出過ぎてしまってカーブが近づいてから一気にってハンドルを切ると、こういう背が高い重心の高いスライドドアにありがちな動きではあるんですが、グラッとしやすいところもあるので、そういう時はターボモデルだとパドルシフトもついてたりするので、手前側で減速してあげる、エンジンブレーキをうまく使ってあげる、この工夫によってスムーズに走らせていけるといいのかなと思いました。はい、ということで2人の評価このようになりました。Engine for the life. さあ今回はスペーシアギア取り上げましたが、鈴木さんこれマーケット出してみて反響はいかがですか？そうですね、前のスペーシアとカスタムで出てからしばらく間空いてからの、登場でしたので、だいぶお客様にお待たせしていたところがあったので、非常に今やっと出たかということで非常に評判いただいてます。でもこの今スーパーハイト系が軽の中でベストセラーになってきてるんで、いろんな選択肢っていうのはあった方がいいと思うんですけれども、これ標準それからカスタムギアで買われるお客さんっていうのはキャラクターって結構違いますか？そうですね、デザインも違いますし、価格であったり装備というところでいろいろ組み合わせがあるので、お客様の中で、悩まれてしまうかもしれないんですけれども、非常に選びやすいんではないかなというふうに思います。さっきね鈴木さん釣りなんかにもいいですよっておっしゃってたし、僕もこれ子育て世代以外にもいいね、スーパーハイト系だっていうことを丸にしたんですけど、実際どんな方が買われてます？そうですね、徐々になんですけど、特にギアは50代中心に買われている方が結構増えてきていて、なので子育てが終わった方たちもこのスライドドアのハイト系の車に乗られるようになってるなっていうふうに思います。確かにね、一度ハイト系スーパーハイト系スライドドア乗るとなかなか次別の車に行きづらくなる気持ちって分かるし、ともちゃんそういう意味ではそういう人たちに何か新しい選択肢がこれ加わったって感じだよね。そうですよね。フォローする範囲はものすごい広い車だと思うんで、まさにジムにもありますが、鈴木さんのラインナップの中で光る一台なんじゃないかと思いましたね。若い人が当然ね、友達なんかとキャンプに行くのもいいし、でもちょっとね僕ぐらいの世代の人がこれ乗って自分の趣味で生きるっていうのもいいかもしれないですね。そうですね。そういったところにもしっかり登場していきたいなというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週お楽しみに。
旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。Engine for the Life